皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。この日は午前中はお天気が良く日も差していたんですが、午後からだんだんと曇り空で、少し外に出るとまだまだ風が冷たいです。それでもビニールハウス内は16度もあり、とても暖かいので今日はこの中で作業することにしました。先日カットしたビアホップもすっきりしていますね。そして10月に徒長した多肉を胴切りしてリセットしたアクエリアスと、奥はハートディライト。新しく芽を出した小株もだいぶ大きく育っています。そして同じく胴切りしたこのクラウディアもたくさんこぶいていますね。そしてカットしたロゼット部分ですが、あまり変化はないようです。ビニールハウス内は暖かいため、紅葉はあまり進んでいませんが、コブはしっかり大きく成長していました。このアクエリアスもほとんどカットした時と同じ状態です。これはこれからの成長を楽しみにしているところです。そしてビニールハウス内の一番奥のトレイにもハートディライトが並んでいます。そしてカットしたこのハートディライトにも小株がついていますね。この小株にも小さなコブがつき始めています。胴切りしたアクエリアスの元株ですが、小株も3センチ以上に大きくなっているので、大きめの小株を外して、下から出てきている新しい芽が大きくなるようにナイフを使ってカットしていこうと思います。ロゼットと茎の間にナイフの刃を入れてカットしていくんですが、他の葉を傷つけないように慎重に刃を入れていきます。切り口はこんな感じになります。すぐ下の株もこれで大きく成長できますね。反対側の株もカットしておきます。小株側の切り口もきれいにカットできていますね。そしてポット内には実は葉差しもしていたんですが、葉が大きいため埋めていた葉がポロッと落ちてしまっています。一つだけしっかり根付いているみたいで、これは期待できそうですね。2つ目のポットの苗も外していきます。手でポロッと外れる場合はナイフを使わなくても大丈夫なんですが、このアクエリアスは結構しっかり剥がしているので、刃先を使い少しずつ根元に切れ目を入れて株を外していった方が外しやすかったです。株が外れないからと無理やりロゼットを引っ張るとバラバラになってしまうことがあるので要注意です。ナイフの刃で少し葉が傷ついてしまっていますが、傷ついた葉は取り除いておきます。ついでに元株についているこの葉をもいで同じポットに葉差ししておくことにします。ちなみにこの白い粒は置き火です。置き火を一粒置くだけで小株の出が全然違ってきます。この使っている置き火は動画の概要欄にリンクを貼っておきますね。ということでアクエリアスのこのポットから3つの株をカットしていきました。このカットした株は今回初めて使う芝の芽用の土を使ってみることにします。小さな粒状の土なので多肉の根もしっかり張ってくれそうですね。ここに先ほどカットしたアクエリアスの苗を軽く乗せていくだけです。そして今回少し試してみたいことがあり、今まで使用していた
害虫駆除剤のスターガードやボルトランは少し使用を控えていこうと思っています。できるなら使わないのが一番なんですよね。最後にアクエリアスの名札をつけて、小株の植え替えはこれで完了です。これからこの芝の芽用の土でどのように成長していくかとても楽しみです。増やしたくてこのプラグトレイに挿したのはいつだったかな。秋だったと思うんですが、虹の玉やオーロラ、パープルフェイズにベニチゴ、そしてミルキーウェイなどのセダムを中心に増やしていたトレイになります。今年は本当に寒さが厳しい冬でしたが、それでも順調に増えてくれています。このパープルフェイズですが、実は夏にボロボロにしてしまったこのパープルフェイズをカットしたものなんですよね。あれだけボロボロになってしまった株ですが、ここまで復活してくれたのは嬉しい限りです。作業の続きをしていきます。今度はクラウディアです。この葉ざしと胴切りした苗でもうね、結構小株が大きくなってきているので、これを外していきたいと思います。葉ざしの方もだいぶ苗が大きくなってきていますが、やはり胴切りした株の方がロゼットが大きく育っています。先に胴切りした方の株をもいでいこうかな。これすでに花芽がついていますね。枯れている葉かと思っていたら花芽なのでちょっとびっくりしました。しかももうすぐ咲きそうです。小さな株を無理に引っ張ったせいでロゼットが崩れてしまいました。これは大失敗です。次は無理やりむしり取らないでナイフを使いました。最後の一つを取り終え、枯れ葉を掃除していると転がっていた葉から芽が出ていました。クラウディアはこうして葉ざしでもよく増えてくれる多肉です。そしてこの胴切りしたクラウディアの株元にも置き火を置いていました。白く見える粒が置き火です。次はこのクラウディアの葉ざしのポットから大きめの苗だけを選んで抜いていきます。ピンセットで軽くつまんでスポッと抜けると思いきや、なかなか抜けなかったので最後は手で引っ張って抜いてみました。こうしてみるとクラウディアの葉ざしの方が多頭が多いような気がします。ちょっと得した気分です。最後にもう一つだけ抜いて、残りの葉ざしはこのままもう少し苗が大きくなるまで待ちたいと思います。先ほどもいだ苗と葉ざしの苗をこの芝の芽の土が入っている鉢に植え付けていきます。今回この土は初めて使用するため、まだどのように成長するかよくわからず、とりあえずスペースを広めにとって植え付けていくことにします。その前に土の表面がちょっと斜めになっていたので、平らに整えてからもう一度植え直ししました。このままこの植え付けている苗が根を張り、空いているスペースに様子を見ながら、またセダムを植え付けていってもいいかな。こうして多肉の成長を考えながら植え付けていくのも楽しいんですよね。春になり暖かくなると一気に成長してくるので、動画内でまたその様子などをご紹介していく予定です。
ということで、今日の動画は胴切りしたアクエリアスやクラウディア、そして葉ざしの苗を植え付けていきました。いかがだったでしょうか。本当はハートディライトも小株を取る予定だったんですが、ロゼットの形があまり良くなかったので、もう少し形が整ってから取ろうかな。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。そうそう、最後に当選者様1名様がまだご連絡いただいていません。締め切りは2月10日までです。早めのご連絡をお願いいたします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。